皆さんこんにちは、井手上漠です。皆さん今日はもう12月30ということで今年が終わります。ちょっと早すぎない？やだ、無理だって。去年カンナさんが紅白の司会してて見てて、そっから1年っていうのが早すぎて、ちょっと感慨深いですね。今年はこの動画で今年を振り返ってみようかなと思います。どうぞ。なんかいただきました。プレゼントですか？ちょっとトークネタをそこに詰め込んでみました。2023の〇〇の話で、ここになんかネタが入ってるってこと？そうです。なるほど。それで振り返りつつ、なるほど。総括を。では2023年〇〇な話スタート。引いてみます。じゃん。おー、今年うまくできた手料理の話。なるほど。今年はですね、私自炊をしてみたりなんかしちゃったりした年なんですで、私料理好きなんです。もともと家で兄弟お姉ちゃんいて、お姉ちゃんと一緒に料理したりしたので料理はできるんです。ただ東京に上京してきて、こんなに自炊しなくても食べ物が手に入るのかっていうあれにすごく最初はね楽しんでたんですけど、料理の器具とか全部揃えてる状態で料理はいつでもできるって状態だったんだけど、なかなか進まずで、その理由が、とりあえず買おうっていうので買った包丁がちょっと安めのものだったんですよ。だから切れなくて具材がで、なかなか料理がはかどらなくて楽しいと思えなかったんですけど、すごくちょっとめちゃくちゃいい包丁に変えたら、物がサクサク切れて楽しくて、そっからね料理するようになったんだけど、基本的に作り置きなものが多かった気がする。今年はこんな感じとか、これ玄米で、これは豚汁、これナスビのコチュジャンとかで炒めた揚げナスのなんか炒め物と、これは野菜とか、意外と健康に気使ってんの玄米とかにしちゃったりなんかして。これ玄米で、味噌汁、これでおからのハンバーグなの。おろしポン酢のソースと、これキムチなんだけど、冷しゃぶと、味噌汁とご飯とみたいな。あとこれは椎茸のバターソテーとか、めっちゃおしゃれとかではないですけど、ただその作り置きできるものをこう作ってって、自炊するとやっぱり分かりやすく痩せるし、体が軽くなる。軽くなる。そうだから朝起きる時に体が重くないとか、分かりやすく体調に出るのはやっぱ若いからだとも思うけど、すごく自炊やっててよかったなと思いました。人間的にレベルアップしたくない？手料理できるってだけですごいねっていう年でした。はい今年よく使ったリップの色の話。いいですね。そうですよ、美容チャンネルですから。今年は皆さんすごい私のリップの色を気になってくれる人多いんだけど、今年はもう粘膜色ね。今も持ってます。手に出してちょっと見せたいと思います。例えばこれとかだとこういう色なんだけど、これってさ、唇をこう裏返した時の色とか、目をこう打って裏返した時の粘膜の色にすごい似てるじゃないですか。で、粘膜の色って血色感が強すぎないから、いい意味で抑えてくれてる色になる。
で粘膜リップのいいところは色の主張が激しくないからこそやっぱチークとかにも使いやすい、アイシャドウとかにも使いやすい、リップチークアイシャドウでオールインワンにできるところと、あともう一ついいところとしてはイエベとブルベってよく分かれてて、自分に合う色と合わない色っていうのがあるって言われてるんだけど、発色がそもそも主張が激しくないからこそブルベさんにもイエベさんにもどちらにも合うカラーがすごく多い。今もこの粘膜色リップ塗ってるんですけど、顔の主役を目にしてくれるの、唇の色が強すぎないから。それが今年私がすごくハマっていたこのリップの色になります。来年も流行るから絶対私の予想ではぜひ皆さん1個はゲットしとくといいかなと思います。今年私頑張ったなと思う話。そうだよ、今年私メイク検定1級取ったんですよ。国際メイクアップアーティスト検定1級っていう級を取ったんですけど、大変だったよ。取るのに2年かかりましたから、ただ取ってよかったと思ってる。これは本当に思ってて、もともとメイクは好きだから技術的な部分はすごく得意な方だったんだけど、そこを根拠づける何かっていうのがすごく勉強になった。例えばなぜここにこのカラーを使うといいのかっていう理由をちゃんと説明できたりとか、ただメイクで綺麗にしてあげられるだけじゃなくて、じゃあそれなんでこのリップが私に似合うのって聞かれた時に、あなたはこういう血の色をしててこういう肌質だからこういう色は似合うんだよっていう、でその色もピンクなんだけどちょっと黄色が混ざってるでしょっていう、でそこの黄色に多分あなたのこのイエローのベースとマッチして色が合うんだよっていう風にこう言えるだけですごく説得力があるじゃないですか。そういうところがすごい私は個人的に勉強になったなと思ってます。頑張ったことはもうたくさんあるよ、けどそういう資格を取ったっていう意味では私本当に2年間頑張ったなって、それが今年やっと花咲いて賞状をいただいて皆さんにこうやって発信できてるっていうのが嬉しいなって思います。じゃん。今年写真を撮るときよくやったポーズの話そうだよ。でもね、ちょっと待って一回インスタ見させて意識なんてしないからさ。でも顔の横に絶対手がある。こういうのとかなんかこういうのとかこういうのとかこういうのとかこういうのもある。でも多分私がよくやるのは最近ね、ちょっとこうやって顔を傾けるの。これ何がいいとかないよ別に理由はないんだけどこうやってちょっと顔横向けるの。そうすると私的に写真の顔って髪の毛も入ってんのね。だから髪の毛がこうどう髪にこうかかってここのもたつきでこう色気を出してくれるかとかめっちゃ計算してんの、こう見えてだからこうまっすぐからこうやって腕組んで撮るときにこうやって撮るよりもちょっとこうやって角度つけてこうやって横向いた方が色気出るじゃん。この髪が顔ってより髪だから、これ髪のここの透け感とちょっと空気が入ってる感じとこのちょっと垂れてる感じで色気が効いてんのね。だから今年これすごいやった気がする今年食べた忘れられない地方グルメ。地方？いや今年結構行ったんですよ地方。あ、待ってある。でも地方じゃない、ごめんね。東京のお店だったんだけど、すき焼きのお店だったんだけどめっちゃ美味しかったの。ちょっと待って、これさ本当にごめん、お店の名前本当に分かんないんだけど、こうやって目の前で焼いてくれるの。このお肉がマジで美味しくて、めっちゃでかいからお肉がでも薄くて、だからペロッと食べれるやん。で用意されてるのはご飯と卵となんか漬物、で目の前で焼いてくれるんだけど、どこの一枚一枚出てくるお肉がこれはここのなんとかさんですとかで、2枚目は違うここのなんとかさんですって、お肉にめっちゃこだわってるお店だったんだけどめっちゃ美味しくて、
幸せってお肉食べて幸せってなりました。今年絶対忘れないすごく嬉しかった話。そんなの1個しかなくない？ 1 月20日私の誕生日にカンナさんがお祝いしてくれたんですよ。誕生日見て、このインスタの写真じゃん。これカンナさん、ここ乾杯したんだ。で、私初のお酒だったからさ、最初何がいいみたいな。で、私分かんないからおすすめで大丈夫ですみたいな。でもやっぱ最初はお祝いだしシャンパン開けようよってなって、ちゃんとね秒数まで数えてんだよ幸せもんだよね。で321でポンってやってみんなでこうシャンパン乾杯して食べたんだけど、あれを超える嬉しかった話はないね今年はでもね、カンナさん誕生日はあれなんだよね、19の時もだったよね。その前のそうお祝いしてくれて、もともと事務所の先輩だったので、すごくそっから一回ご挨拶した時にからの面識なんだけど、そっからすごくプライベートの方でも仲良くしてくださったりとか、例えば私が誰に話せばいいんだろうみたいな悩みとか結構多いんです。悩みがすごく尽きないタイプの性格してて、でこの話って本当に難しいから自分で抱え込むしかないのかなっていうような悩みとかを抱いてた時に、なんか知らないけどカンナさんに相談しようと思って連絡したら、じゃあ飲み行こうよってなって、私が1質問したことを10で返してくれるから、なんであんなことで悩んでたんだろうとかなっちゃうんです。だからそのくらい偉大な人に私は会えて、これは今年会えたってわけじゃないけど、今年はそんな人にもお祝いしていただいて、すごい私って幸せ者だなって心から思えた誕生日会でした。今年ドハマりした食べ物の話、アサイです。アサイボールです。私ほぼずっとダイエットしてるの、気持ち的にはマインド的には。でアサイがすごくダイエットにいいっていうのを聞いて、で食べるようになったのがきっかけなんですけど、今って自分で作れたりもするのね、アサイって。だからそれ作って食べたりとかもするぐらい大好きで、どっか違う地方とかに行くとアサイを探したくなるのよ。で沖縄といったら私なんか知らんけどアサイだったので沖縄行った時アサイめがけて、でも沖縄ほんとタコスなんだよね、人気なの有名なのは、けど私は知らなくてアサイを見つけに1時間並んで食べて、でも美味しかったよ。で今も東京なんていっぱいあるからよく食べてるんだけど、今年ドハマりしたのもアサイこれ一択だね。今年やろうと思っててまだやれてないことの話。なんか近いが行きたかったの。韓国とかだったら本当に日帰りできるぐらい近かったりってさ、香港とかさ台湾とかさ、そっち系ちょっと遠出になるとちょっとスケジュールとかもあるからあれだったんだけど、現実的なところにちょっと足を運びたかったっていう感じ。この20歳になってすごい人脈が増えたの、ありがたいことに。でそうなった時思うのは、やっぱりいろんな世界を見てる人が話すことって私が全く想像がつかないような話をするのよ。だからある意味面白いんだけど話に追いつけないみたいな部分もある。だからそうなった時にすごくね悔しいってなるの。これ私のプライドの話ね、私の性格の話ね。悔しいってなるの。私はまだ海外に行ったことあるよ。修学旅行でシンガポールに1回行ったことあるけど、その海外での文化とか環境とか人とかとこう触れ合ったことがあんまないんだよね、しっかり。だからその現実的なところからちょっと見るだけでも絶対違うだろうなって思ってて、今年絶対どっかで行こうと思ったの。話したんだよね、話したんだけどなかなかちょっとね、いろいろあるじゃない、スケジュールとかさ。現実的ではなくて来年は行こうね。来年はちょっと行きますし、それもちょっと動画にできたらとかしますから、はい、ちょっとぜひ見てください。今年言われた嬉しい言葉の話。いっぱいあるな。
あんまり言いたくないけど、弱いんだよね、私のメンタルで実はっていう。弱いのが悩みだったんだけど、それを相談したら人がいたの。そしたら、弱いというところを弱いとちゃんと言える人は本当に強い人だと思うって言ってくれたの。で、私はそう言われた時になんか嬉しかったじゃ足りないわ。なんか刺さった。その人が言ってたのは、本当に弱い人っていうのはその弱みを自分の中で抑え込んじゃうと。でもそれが本当に強い人だって勘違いしちゃうんだって、その人って。だから結局最終的に沈んで自分でも想像のつかない落ち方になってしまう。で、これが一番弱い人の生き方だけど、自分が弱くて何が弱くてっていうところをちゃんと外に出して生きていってる人っていうのは、私は本当に強い人だと思うよって。だからバクちゃんは強い人なんだよって言ってくれたんですよ。その人からしたらそれがその時の私を救う言葉だったとしても、私からすると全部心が解放されたっていうか、それなっていうじゃあみんな弱いじゃんってことに気づけたし、なんかみんな弱い中で私は誰かに頼ってよかったんだって思えたので、その話した相手もすごく私が大好きで尊敬してる方だったからこそ、なんかもう心からなんか私生きようって思った。ちょっとごめんね、大げさかもしれない。いや、大げさだよ。大げさじゃないよ大げさじゃないよ。大げさじゃなくて、なんかすごいね、私はそういう言葉とか人に救われた年でもあったかなって思います。今年初めてチャレンジした〇〇の話。YouTube もチャレンジだよね。初めましてですから、この YouTube 界には。初めてのことばっかだよね。だって今年はお酒も初めてだし、一人お酒とかもしたしな。初めて沖縄に行ったんです。沖縄行ったね。これね、10月14日だからちょっと涼しいかなと思ったけど全然暑かった全然夏で、私のさ、このインスタのこの投稿のさ、海の投稿なんだけど、これもまたもうちょっとしたらかな YouTube に上がると思うんですけど、やっぱでも私島人だからさ、地元が島根県の隠岐島だからっていうのもあって、島っていいよね。でも何がいいかって言葉じゃ表せられないんだよね。結局私のとこはすごいど田舎だけど、ここはちょっと都心な部分もあるのだけど、やっぱ島ってだけでいいんだよね。落ち着く。海に囲まれてるってだけで何かこう安心感があって、すごく良かったよ。もう浅井のために行ったみたいなとこあるけどスキンダイビングしたんだけどね、ほんとそうそう、もうバリバリ泳げるからさ、めっちゃ潜って泳いで魚たちと挨拶してきました。はい、楽しかったです。今年勇気が出なくて告白できなかった人たちの背中を押す話。はい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 、任せて得意めっちゃ得意だよ。もう私の魔法の言葉があって、これ紹介するね告白できなくて後悔してないでも大丈夫です。全部そうなる運命だったんですよ。だからあなたはその時告白をしないっていう選択をして、今後悔してるかもしれない。もしあの時告白してれば付き合えてたのかなとか、例えば夏に告白してて付き合えてれば今年のクリスマスはあの人と過ごせたのかなって思うかもしれないけど、なぜあなたがそこで告白しなかったのかは全てそういう運命だったということと、神様が操作したの。あなたを守るために。もしそこで夏にその人と付き合ってたとしたら、クリスマスが来る、あんなに楽しみにしてたクリスマスが来る前に、多分あなたは何かしらの形でその人に傷つけられてるかもしれないし、すごいひどいことをされて立ち直れないくらいの深い傷を負ってるかもしれない。そんなあなたを守るためにそこで告白はしないでおこうって神様が守ってくれたんだって思う。
こうすると人生って全て後悔じゃなくて、いやそういうことか、それならいっかってなれるのね。よく考えたらね、本当に好きで絶対奪いたいと思ったら告白してるから、なんなら匂わせてるから、絶対。でも告白できなかった人たちの背中を押すって意味では本当そういう風に考えて、後から理由なんていくらでも作れるでしょ。だからそうやってポジティブに生きていこう。大丈夫。きっともっとあなたはその彼よりもいい人に出会うためにここで告白しなかったかもしれないとかねそうだから理由なんていくらでも作れるし、私は本当にそうだと思ってるから大丈夫です。いい人見つけていこうぜ。今年行って良かった場所の話。この投稿のさ、ここさ、島根県の沖ノ島のうちの地元の西ノ島町っていうところの摩天街って場所なんだけど、ここ行ってみ。なんかね、自分の悩みなんてちっぽけだと思うよ。でもね、自然を見るいいところ、私が自然を見たい理由はただ単に気持ちをリフレッシュさせるためとかじゃなくて、自分の小ささを知るためなの。これは自分の小ささ知ってどうなのって話だと思うじゃん。けどさ、生きてれば悩みって尽きないじゃん。人間関係とか恋愛もそうだし、仕事もそうだし、お金のこともそうかもしれない。悩みって本当に尽きないけど、じゃあ一旦ね、星見てみ。もしかしたら私たちみたいにコピーされた人間がいるのかなとか、例えばまた全然違う人種が住んでるのかなとか、いろいろ考えるじゃん。でもこんなに知らない世界がたくさんあって、でましてやあっちの星から見たこっちなんてほんとめっちゃちっぽけで、その星の中にいるこんなアリンコみたいな私の悩み、ちっちゃみたいな、ちっぽけみたいなって思えるから。だからもう自然にはやっぱり秘めた力があるということで、今年素敵だなと思った〇〇な女性男性の話。なるほど。私ね、友達ができたんですよ、新しく。その友達がすごい好き。なんか心から好きって思えるんだよねなんかいや、そんな友達はいるよ。私も友達、学生の時からの子もいるし、いるよ。けどなんかその子にはなんか尊敬もあるし、リスペクトもありながら、お互いの幸せを絶対無条件で応援し合えてる仲なの。素敵だなって思う。めっちゃ心から思う。私からすると全部持ってんだよね。なんか面白いの。まず面白いから、あと人見知りしないから、かといってその八方美人ではないっていうか、その好き嫌いはっきりしてるから、嫌いな子にはなんかそのなんで自分が嫌いなのかをはっきり自分の口からその子に言えるような性格。そう、私そういう子すっごい大好きなので、悪口って陰で言っていたとしても、その人の本人の前で目の前で言えるのなら、私はそれは悪口じゃないと思ってるから。で、そういうのをはっきり本人の前で主張できるような子なの。だからそういう意味では私にもそれは違うくないとかってちゃんと言ってくれる子なので、そういう子があんまりなかなかいなかった。お母さんぶりの人よ。だから私がなりたい人物像なんだよね。なりたくてもさ、プライドとかが勝っちゃってなれない時ってあるじゃん。けどその私のプライドを全部捨てた人物って感じなの。だからすごい尊敬もあるんだけど、ダメな時もあるから、それを私が刺激して、でも私のダメなとこもこっちが刺激するみたいな。だからすごく面白い関係の友達ができて、なんか私はすごくそういう子に出会えてよかったなと思った今年でした。はい。じゃん。これラストですね。今年ありえないくらいびっくりした話ありますよ私18時間寝たの。今どういう反応してんだろうみんな本当か
かよと思ってんのかな、わかると思ってんのかわかんないけど、ありえるっていう、そんなことありえるっていう、私が一番思ってんの。でも理由があって、ちゃんとその日寝れなかったの、夜で。寝れない日は大体私は映画とか見ちゃうんだけど、見ちゃうと寝れないじゃん。で朝になって、仕事だったので、一日仕事するじゃん。で夕方6時7時ぐらいに帰ってきて、家に着いた瞬間バタッと倒れるように寝たので、一回起きるんだよね、12時ぐらいに。そっからまた寝れないので、結局朝寝て、でその日お休みだったんだけど、なんかしようと思ったの、することあったんだけど、9時ぐらいから寝て、気づいたら回って、夜も回って、朝の4時とか5時とか、やばくない？でも睡眠って大事今頃気づくの遅っみたいなけど、睡眠の時間ってさ、ちょっとこうもったいないと思っちゃう気持ち分かる人絶対いると思う。寝てる間ってもったいないとか思っちゃうの、私。ダメかなこれ、できることあるとか思っちゃうの。けど睡眠より大事なもんないよ。寝てなかったらもうイライラするんだから全部にイライラして、なんでこんなことに自分イライラしてるんだろうってことにもイライラしてきて、でなんでこんななんかダメだ今日ってなって、バーンってなって、でお腹すくし、いっぱい食べて、またうわめっちゃ食べた今日最悪でイライラするし優しい人間になりたいならねなっていう話だよね。はいはいとか言ってでもほんとそのぐらい大事だなと思って、みんなも睡眠はとろね。いやもう今年が早すぎて、私からすると早いよね。早いよ。今年は濃かったです。とりあえずいろいろこう今年終わんなっていうところから言うとさ、悪いとこもいいとこもさ、よかったよね。まだ始めたばっかの YouTube チャンネルなんですけど、来年もどうぞこのバックチャンネル、そして井手上バックをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。良いお年を。じゃあね、バイバイ。